トレイン本国のカラーマテリアルフィニッシュデザイナー柳沢千恵さんに本日フランスからお越しいただいております。さあそれではですね、早速ゲストをご紹介したいと思います。柳沢千恵さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。神のような人ですけれども、改めましてですね、なんか変な感じ。変な感じですね。実はプライベートでもお友達で、フランスでも何度もね食事ご一緒してるんですが、今回ですねこの C3 のカラーマテリアルデザイナーとして再来日されました。自分で施工でこの効果、シラザン50。以前 C5X の時も責任者として、携わられてましたけれども、今回のこの新しい C3 も携わられていたということですよね。カラーマテリアル担当させていただきました。いやーすごいです。めちゃくちゃこの車気になってたので、ぜひですね内外装と使い勝手編はすでにお届けしてるんですけれども、デザイナー目線で解説していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあというわけでですね、今回ちょっとデザインがやっぱり大幅に変わったなっていう感じがするんですけれども、本国の方でそのデザイナーとしてですね、ここをもうブランニューしたという点があれば教えていただきたいです。そうですね。まずは新しいデザイン言語を取り入れた車ということで、ロゴがね新しいロゴが。昔のロゴにリバイバルっていうのが、これ元は2022年に出たオリというコンセプトカーが割とデザイン用言語が、新しいデザイン言語が詰まった車なんですけど、そこからの量産ということで、車もこういったロゴがついてるんですが、新しいデザインのポイントが、このロゴということで、このロゴね寝てる状態だと遠目で見た時に丸に見えちゃう。わかります。これ横から見るとわざとここ起こしてますよね。そうなんですよ。もうきちんと立ち上がるように、設計されていて、デザインされていて、もうすごく垂直、フロントフェイスが垂直基調なんですけど、あとは横に広がる水平基調、垂直と水平っていうのがエクステリアのキーワードになってます。であとはシュブロンがあちこちに入ってるんですけれども、垂直と水平は水平と垂直、そうですね。でこれ結構あちこちにそのエッセンスが散らばっていて、であと大きなシュブロンがここにも入ってますし、この下にも入ってますし、これだ。そうです。これもいっぱい入ってます。このシェブロンの丸を囲むようにシェブロンになっていて、ここもシェブロンになってるって感じですよね。そうです。なんでカクッとした感じの。しかもこれも平面じゃなくて、割とここに真ん中のところにですね盛り上がりがあるというか、意外と 2D じゃないっていう。そうなんですよね。アルミの成型部品、成型したものに印刷でこの細かいラインが入ってます。なんかこれがかなりコストがかかったものだと聞きました。アクセサリー的になんですかね、アクセサリーというか宝石のような、ここにパッと大事にしてるものなので、ロゴというのは、お金がかかってますって言っちゃっていいのかな。そういうところが割とシトロエン的でもありますよね。そうですね。であとエクステリアのポイントとしては、このカラークリップ、これパーソナライズアイテムとして今回取り入れてて、他の車種でも入り始めてるんですけど、これこことこの後ろのが全く同じサイズなので、一つの部品で、全部で車の中に4箇所あるんですけれども、4つ、入れ替えることもできるので、ご自身でなんか好きな柄に塗っていただいたりとかして、なんとパーソナライズしてもいいのかなっていう。今日のボトムスの色とミラクルシンデレラフィット、かわいい。好きな色です。でもこれを今回聞いたら、デビューフェア、日本だけのデビューフェアがあって、このカラークリップをパーソナライズできるっていう。そう、なんかカラー診断をして、似合う色をなんか3色でね、トリコロールで提案してくれるっていう、そういったものがサービスで。なんか通常トリコロールって、ブルーと白と赤じゃないですか。そうじゃなくて自分だけのトリコロール、3色を作れるっていうのを制約の時にこのステッカーがもらえると。そういうことですね。らしいです。なんか面白い取り組みですよね。そうですね。これ本国ではない。それはですね、そのトリコロールオリジナルのっていうのは日本だけです。
なんと日本のファンの皆さんすごいラッキーじゃないですか。じゃあねえ羨ましいです、フランス人はそういうの好きじゃないのかな。好きだと思うんですけど、うんうん今オプションで、はいそれこそフランスの国旗になっているものとか、はいはいあとはここにもシュブロン柄が入るようなそういう部品はそういうパーツは売ってます、オプションとして。でもパーソナライズできるのは日本だけ。いやもう本当それはやっぱ日本人の強みのような気もします。おー、なるほどなるほど。細かいところのね、そういうディテールが好きみたいな。ディテールが好きっていう。ありがとうございます。そしてそのボディのサイドにもシェブロンが入っているはいっていうのを伺いました。ここですね、フェンダーの部分前と後ろに入ってるんですけど、うんうん私たちこれマイクログレインって呼んでいて、はい、まあマイクログレイン。ドデカ脂肪ドデカ脂肪。っていうので入ってます。でここもこうなんていうんですかね、こういうところに柄入れるのって私日本車ではあんまり見たことなくて、あーミニぐらいしか見たことがないんですよね。はいはいはいだからすごくさりげないのに、まあ同色の脂肪なので、ええさりげないのに割と立体感があるみたいな。確かに、キャラの付け方だなと思いました。えもうタイヤとホイールの真ん中にもニューロゴがそうです、うん細かい線が入っていて、はいっていう形ですね。凝ってますよね。だから本当になんていうんですかね、細工っぽいというか。うんうんそうですね。そんなんなかすごく感じがすごくします細い線で遠目で見るとね、多分線あんまり気にならないというか見えないんですけど、うん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 近目で見るとすごい細かい処理になってます。なんか本当にジュエリーみたいですよね。うんでこのロゴを作るのもやっぱりその本国で、まあ、原点回帰というかこのそうですね。ブランドが、 100周年記念の時から、100周年記念の時に出たコンセプトが1919っていう、はいあれで創業時のロゴに戻って、はいはいでそれをリバイバルという形で、で量産に乗り始めたっていうところでですね。なんかでもシトロエンって割とロゴを頻繁にこう、はいリニューアルしているというか、はい。もう大胆にそのデザインも変えるしロゴもバーンと変えますけど、そうですねいう時のその社内の審議ってどうなってるんですか？社内の審議は割と、変わるんだっていう感じになりますね。意外とドライ。変わるんだって。あと会社自体が数年前からステランティスってはい14ブランド一緒になって、はいその時も新しいロゴができたんで会社の、なんかそうですね、ロゴは結構変わりますよね。そうなんですよ。私もそれすごく感じます。早いなって思いました。逆に昔のグッズとかを見た時に、いつ頃のグッズ、よくねパリの飲みの市とかではい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 シトロエングッズいっぱいあるんですけど、はい私ちょっといつも見ちゃうんですが、それが何年代のかはロゴの形で分かるっていうのはあったりしますね。逆にあまりにも変わりすぎるから。いやだからこれはやっぱり、もう日本のねシトロエンファンの皆さんは、はいぜひそのパリ、フランスに行って、ええ飲みの市で、自分だけのこのダブルシェブロンを見つける、そうですよね自分だけの世代のダブルシェブロンを見つけるっていうのは、一つ旅の楽しみかもしれないですね。そうですね。自分がねお持ちのクラシックカーとはい同じ年代のものとかも結構まだまだフランスだと残ってそうですよね。もう新しいのをお持ちの方も自分の生まれ年とかね。そうですよね。すごい、そうか、100年もあったら大体ハマりますもんね。いろいろそうですね、そうですね。ありがとうございます。で、その他にも、そうですね、リアにもシュブロンが入ってるんですけど、はい、上と下同じようにで、リアも3つの長方形で水平垂直っていうような構成になってます。これ元はこういうランプだったのがこうなったっていう、そういうイメージです。なんかここのその世代も、はい例えばもうベルランゴとかにもこの3つのその長方形で、はいそのシェブロンを表すっていうのは入ってると思うんですけど、はい微妙にちょっとずつ形違いますよね。そうなんですよね。車ごとに合わせて変えてますね。それはもうそのボディの全体的なバランスを見そうですて、ね。まさにこの車にはこの割とこう四角い感じで合うし、例えば C4 とかも出てますけど、はい C4 はまたその前のデザインと今のデザイそうンがなんですよ。ハイブリッドされたみたいになってて、合いの子でちょっとだけまだこういうね、うん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 感じが残ってますよね。そうなんですよ。で、ベルランゴになるともうこのデザインなんだけどちょっとこうまた違う、角度が違うみたいな。そうなんです。ファミリーとして、は一貫して見えるようにっていうのははい。気を使ってるとエクステリアデザイナーからうんうんうん申し付けてます。そのやっぱりエクステリアデザイナーはいが割とこう主導権を持って新しい顔にしていく、新しいアイコンにしていく、そのシグニチャーみたいなのを作るみたいな。そうですね。エクステリアに関してはエクステリアデザイナー、インテリアに関してはインテリアデザイナー、カラーマテリアルはカラーマテリアルっていう、それぞれの分野で、はいシトロエンらしさ、新しいシトロエンは何かっていうのをやってますね。でもそれって密接に関わってるじゃないですか。そうですね。その
両方の話し合いがないとはいいいものって作れない気がするんですけど、ええそこの意見交換は割と活発にやりますね。よく話をしてます。今後どうしていくかとかいうのはやりますね。正直今そのシトロエン本国ではい日本人としてお勤めなのが千恵さんだけだとええ伺ってるんですけれども、デザイナーって今そのグローバルで見ると、まあ、韓国人がすごくデザイン的には優れてるって言われてますけど、はいシトロエンはどうなんですか、そのデザイナーの例えば国別の割合みたいなのは。国別の割合、まあいろんな国の人いますね。すごくグローバルになってると思うんです。そうなんですね。はい。なんかまあフレンチだけに偏ってるわけではない。ではないですね。特にエクステリアは非常にインターナショナルですね。へー、じゃあそのいろんなところ、デザイン拠点はでもフランスにある。フランスにあります。フランスのみにあって、はいフランスでやっている。はい。じゃあその他の国から来た人も大体まあ千恵さんのように今フランスに住まれて、そうですフランスのデザインセンターでデザインそうですされていると。はい。でいろんな部署とこうそうですそうですお話し合いをしながらうん新しい車を作っていくとはいいうことですよね。私個人的なこだわりポイント、これ、原着練り込み樹脂なんですよ、はい色がついたプラスチックってことなんですけど、うん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 中にねキラキラした後期材が入ってて、プラスチックでありながら金属感があるんですよ。あ、だからこれはもうはいメタルじゃないってことですよね。メタルじゃないプラスチックなんです、本当だはいなんでこれ傷ついても塗料が剥げないっていうか、もう中も全部この色なので、まあ、例えばそこがえぐれてしまっても、えぐれた中からその色が出てくるってことですよね。この色の塊っていうのがあります。はいはいはいでなんかシトロエンって歴史的に結構樹脂、色付きの樹脂の車で外販に使っていて、メアリーとか、うんなんかそこシトロエンっぽいなって勝手に思ってます。であとはちょっとここからだと見えないんですけど、はいここにパリの街並みと鶏が潜んでるんですよね。後で内側から見た方が見えやすいかもしれないです。実はこの中にあるんですよ。これはもうぜひディーラーで皆さんご覧いただきたいと思います。あと実物をね、こっちにも種朝のこのイースターエッグって言われている手法ですけど、あ、そうです。割とステランティスの車にもはいそういうことをしてる車多いですよね。そうですねそうですね例えばフィアットとか、はい例えばジープとかで、そういうこうなんていうんですが宝探しみたいなのは、お客さんに対してこの車をこう愛してもらう一つのそうですね。こうパーツになるというか。愛着のはい源になったらいいなと。赤可愛いですね。赤、はい、これルージュエレクシールといって、はい。赤の、ルージュエレクシールカラークリアが乗っている、はい非常にリッチな赤になってます。ちょっとね今雨なのであれですけど、本当にこう彩度の高いちょっとオレンジが入ったようなでパキッとした赤ですね。はい。ありがとうございます。さあそして肝入りのインテリア。はい。さあというわけで乗り込みました。なんと今回びっくりしたんですけどキーなんですね。鍵ですね。鍵。鍵。いやーなんか懐かしい感じもします。オンにしました。あ、ここにもシェブロンがある。あ、そうなんです。うん。私ここにもあります。大きいのが。ああ本当ですね。あとここのファブリックもシェブロン柄の変形っていう感じで、はいここソファーって私たち呼んでるんですけど、はいもうちょっとしたものが置けたり、見た目にもコンフォートっていうのを意識してます。なんかソファーっていう名前をつけるのがとてもフランスっぽいというか欧州っぽいっていう感じがするんですけど、触ると本当にソファーみたいにちょっとふかっとしている。柔らかいんですよ。柔らかいですね。これ可愛い。しかも運転席側にも助手席側にもある。そうねえ。しかもこれニットなんですって。そう 3D ニットと言われるもので、はいはいはい編み方を変えてるんです、同じ糸で。うんうん。でこの柄は位置合わせをしていて、はいどの車を買っても同じ柄が出るようになってます。例えばこれを、まあ、日本だと例えば日産の軽自動車とかもはい今、まあ、ニット 3D ニットではないんですけれども、ファブリックを使ってて、柄を合わせないことであなただけの1体ですにするメーカーもあるんですよね。なるほど。でもシトロエンはそうじゃない、はいコントロールして全てが同じようになるようにしている。そうですね。これ、やっぱ大柄なので、はいコントロールしないと残念な部品も出てきちゃうので。そうか、こればっかりになっちゃったりとか。そうですそうです。ここのしましまがなかったりとかなっちゃうと困るので、基本的にこの形をベースに編み図を書いていただいて、こういう感じでってお願いして機械織りの時に調整してます。まさにこういうところがもう本当カラーマテリアルデザインのそうですね。一番こう携わられた部分だと思うんですけど、
やっぱりこういうその質感、しかもファブリックを使うっていうことが世界的なトレンド、まあヨーロッパ的なトレンドになっている。そうですね。あとはこれシトロエンのインテリアのデザイン言語としては、やっぱ水平基調っていうのと、見た目コンフォートなんですけど、コントラストを出したいってよくうちのデザインダイレクターが言っていて、ここの機能部品に関しては結構硬いちゃんとパキッとした、家電っぽいオブジェって呼んでるんですけど、そういったプロダクト製品っぽさをすごく前面に出していて、それに対して柔らかいソファーっていうコントラストっていうのがこの布を使った目的でもあったりします。あ、そうですか。そこでこう10と5というか、割とこう違う、両極端な素材を使うことによってメリハリを視覚的にもまた食感的にも出している。面白いですね。いや、これはでもたくさんアイデアある中でこれに決めるのすごい難しそうです。いやでも楽しかったですね。いろんな柄のソファー作ったんですよ。なんでそのソファーサンプルも結構可愛くて、いやまさに C5X の時ってものすごいあったじゃないですか。ああいう感じ。ああいう感じです。今回はソファーとあとはシートですね。そう、シートもめちゃめちゃ可愛いです。シートはこれエンボスの柄、これも私描きまして、そうなんです。横が細くて縦でこうちょっと太めの、で角が丸みついてるのがやっぱちょっと丸くなってこう柔らかい、もっとふわってした感じになるかなと思って、いくつも試作して線の太さとか角の丸みとか調整しました。で厚みがね、これ10ミリのフォームを入れていて、通常は2ミリなんですけど、通常の5倍っていう。ふかふかです。あとまさにこれ自体がもうハイドロというか、ふわふわっていうので座り心地がいいのを狙っていて、あと形状に関してはこの U シェイプって言われてるのがこの新しい世代のシートのキーワードで、で同じ材料のパイピングを入れてます。でもこれコアレスパイピングでもなるべく細くシンプルにシュッと入れてくださいってお願いしていて、でその横にエシカルレザーというか、エスカルレザー、そしてファブリックっていうので、結構こうよく見るとシンプルなんですけど、こう組み合わせが凝ってるんじゃないかなって思ってます。たくさん素材使ってますよね。そうなんですよ。なんかこういうところもこの車 B 着に入ってくるから、ここまで凝ってるシートが入ってるメーカーって意外とドイツ車とかもなくて、もうファブリックと、だから本当にPVC とファブリックだけで黒一色みたいなことが多い中で、もう本当にこういうところがシトロエンっぽい。ありがとうございます。でしかもシックですね今回。そうなんですよね。これがアッパーグレード、最上位グレードなんで、明るい色で。ルーミネスのある内装っていうので、実は天井色もこのプロジェクトで新しく綺麗な明るい色にしたんですけど、であとはそうですね、なんでミッドグレードはもうちょっと色があります。ブルーのステッチが入っていて、でここの部分もブルーの褐色になってます。今回これは先代の C3 ってもっとこうポップなオレンジが入ってたりとかしたんですけど、一気にグッとシックになりましたね。そうですね、もう青がね結構エレクトリックなブルーなので、割とガツッとでステッチも青なので、なんかそれはそれでぜひ見ていただきたいなと。先代の C3 のキャラっぽさに近いのはエントリーグレードの方で、この最上位グレードになってくると割とシックになってくる。そうですね。あとは売りポイントとしてはここの横のポケットが明るいので、物が入れた時になんか見えやすいっていうのもちょっと狙ってたりとか。確かに黒い中に入れると結構見えなかったりするじゃないですか。そうなんですよ、携帯忘れちゃうんですよね。そうなんで明るいのでちょっとそこが見えるのと、あとはこのタブですよね。そっちはハブファン、運転手席にはフィールグッドと、後ろがもう一個 Be Happy の4つ全部言葉を書いてて、これはどういう審議でこういう、なんかイースターエッグ、さっきもちょっと話してましたけど、それのアイテムのうちの一つでタグをつけました。あとはイースターエッグここにも入ってまして、ここに歴代のシトロエンがいたりします。なのでそういうちょっとした工夫で楽しい感じを演出したいなっていうのが作っている時ずっと話出てましたね。そのディテール
がものすごく凝っていて、もうこの凝っている凝るパーツというかそうこだわりポイントがものすごくセンスだと思うんですけど、なんかあんまりそのドイツ車とかも国産車とかもこんなの仕入れたらどうするのか言いそうでやらなそうなことをたくさんやってるから、まあ、シトロエンファンには本当に刺さりそうですし、ディーラー行った時にこういうのを見ていいじゃんってきっと思うでしょうね。ありがとうございます。そう思っていただけるといいんですけど、ね、ここから見ると、エッフェル塔と鶏ちゃんが見えるかなと思います。鶏はフランスにとって象徴的なものそうですね。ですよね。いや街並みと。はい。わかりました。そのお忙しい中ありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。こちらこそ。またフランスで。はい。ぜひ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。柳沢千恵さんでした。どうもありがとうございました。